今回はこれです。こんにちは、バク先生です。いつも高評価、コメントありがとうございます。今回はストレートネックの改善方法についてお伝えします。正常な状態では頸椎、つまり首の骨は緩やかなカーブを描いています。このカーブはボーリングの球1個分はあると言われている頭の重みをクッションとしてしっかり支えることができたり、我々が体を動かした際のショックを和らげて頭部に直接伝わらないようにするなど重要な役割を果たしています。ただ、ストレートネックになると文字通りこのカーブがなくなり、首の骨がまっすぐになってしまい、様々な弊害があります。クッションとしてのカーブがなくなることにより、首周りの筋肉は常に緊張している必要があります。筋肉が緊張していることで、首周りにある重要な血管、神経を常に圧迫し、脳が慢性的に酸素不足に陥ったり、首こり、肩こり、自律神経の不調など、多方面への悪影響があります。このように様々な問題の原因として関わっていることが分かっているので、ストレートネックを放置することは絶対に NG です。今回の動画ではストレートネックの根本的な原因について解説した後に、実際の改善方法についても分かりやすくお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。まずあなたに知っていただきたいのは、ストレートネックが起こってしまう原因についてです。それは姿勢です。具体的に言うと、生活習慣から来る悪い姿勢ということになります。スマホの長時間にわたる使用や、お料理、デスクワークや車の運転など、こういった生活習慣によって、顔は前に突き出て、猫背、巻き肩の状態で固定される。姿勢が固定されることで数種類の筋肉が機能しなくなります。具体的には筋肉が硬くなり、弱くなります。これがストレートネックの根本的な原因です。次に改善方法ですが、まず硬くなった筋肉を緩めてコンディションを整えます。次にしっかり姿勢をキープできるように筋肉をトレーニングしていきます。問題となる筋肉は4つあります。1つ目は小胸筋。2つ目は胸鎖乳突筋。3つ目は後頭下筋群。4つ目は頸部屈筋群。これらの筋肉にしっかりアプローチすることでストレートネックを改善していきます。今回は4ステップです。では早速やっていきましょう。ステップ1は小胸筋のアプローチです。日常的な姿勢のせいで小胸筋が硬くなり、短縮することで肩が巻いた状態で固定されます。そうすると首の状態としてはストレートネックでいる方が楽になります。しっかり緩めていきましょう。まず小胸筋の位置確認しておきましょう。鎖骨の真ん中のすぐ下あたりにグッと硬いところがあります。そのポイントを指の先端もしくは腹で押していきます。この押した状態で肩を回します。大きく回します。前に10回。その後に後ろに10回。回していきます。反対も同様にやっていきます。ステップ2は胸鎖乳突筋のアプローチです。胸鎖乳突筋の場所を確認しておきましょう。耳たぶのすぐ後ろにある出っ張り、この乳幼突起から鎖骨の内側のこの部分まで伸びている筋肉です。このように横を向くと筋肉が盛り上がって確認しやすくなります。これですね。一つ目の段階ではマッサージで緩めます。先ほどのように横向きで場所を確認します。そうしたら正面を向いて上から円を描くように緩めていきます。正面を向くことで胸鎖乳突筋が緩みやすくなります。この上から下にかけてまんべんなく緩めていきます。20秒間使って緩めていきます。終わったら反対側も同じように緩めていきます。二つ目の段階では胸鎖乳突筋をストレッチしていきます。このように押さえます。左の胸鎖乳突筋の場合、この状態から右を向きます。これでも伸ばされるのがわかると思いますが、ここから顎を天井方向に向けます。そうすると、さらに胸鎖乳突筋ストレッチされることがわかると思います。しっかり伸びた状態で20秒間キープします。終わったら反対側も同じようにストレッチしていきます。ステップ3は後頭下筋群のアプローチです。後頭下筋群は後頭部の骨、後頭骨の終わった部分に付着している筋肉です。探し方はこのように手を下ろしていって頭蓋骨、頭蓋骨がなくなったこの部分です。ここを円を描くように緩めていきます。この時若干上を向いてもらうとさらに緩みやすくなります。20秒間かけて後頭下筋群緩めていきます。後頭下筋群2つ目の段階はストレッチです。後頭部に手を置いて頭を前に倒していきます。この状態でもストレッチされるんですが、さらにこの状態からこのように顎を引きます。そうすることでさらに後頭下筋群伸ばされます。20秒間で伸ばします。猫背になったり姿勢が崩れないように注意しましょう。20秒間です。ステップ4は頸部屈筋群のアプローチです。やり方はこのように後頭部に手を置きます。手は頭側の方に押す。頭は手の方へ押す。つまり手と頭で押し合いをします。力を釣り合わせることで頸部屈筋群の調整になります。
やる上でいくつか注意点があります。顎をしっかりこのように引きながら力を入れます。肘はできるだけ開いてやるようにしましょう。胸が開いて両方の肩甲骨がしっかり寄る感じも意識できるとより効果的です。このように釣り合いができた状態で20秒キープしていきます。それではステップ1から4までを通しでやっていきましょう。ステップ1は小胸筋のアプローチです。まず小胸筋の場所をしっかり捉えることが重要です。小胸筋は鎖骨の真ん中のすぐ下あたり、ぐっと硬いところがあります。そのポイントを指の先端もしくは腹で押さえます。指先で筋肉を引っ掛けるようにすると押さえやすくなります。押しながらできるだけ肩を大きく回します。肩を回している時に筋肉の収縮により押すポイントがずれないように注意しましょう。肩を回す際に肩甲骨の動きを意識するとより効果的です。前に10回、後ろに10回。猫背や巻き肩の方はできるだけ姿勢が崩れないように注意しましょう。ステップ2、1つ目の段階は胸鎖乳突筋のマッサージです。胸鎖乳突筋の場所は耳たぶのすぐ後ろにある出っ張り。乳幼突起から鎖骨の内側まで伸びている筋肉です。横を向くと筋肉が盛り上がって確認しやすくなります。横向きで場所を確認したら正面を向いて上から円を描くように筋肉を緩めていきます。正面を向くことで胸鎖乳突筋は緩みやすくなります。胸鎖乳突筋は比較的長さのある筋肉です。上から下までまんべんなく緩めていきましょう。首の血管や神経が多く通っている場所です。力任せにぐいぐい揉むことのないようにしましょう。ステップ2、2つ目の段階は胸鎖乳突筋をストレッチしていきます。鎖骨の内側、胸鎖乳突筋の付着部を指先でしっかり押さえます。押さえたらその状態から反対側に顔を向けます。さらに顎を天井方向に向けることで胸鎖乳突筋をしっかりストレッチすることができます。しっかり伸びた状態から20秒キープします。呼吸は止めずに行います。筋肉が伸ばされることで押さえた指がずれないように注意しましょう。ただこの場所も神経、血管が多く通っているので力加減には注意が必要です。ステップ3、後頭下筋群。1つ目の段階はマッサージです。後頭下筋群はちょうど頭から首へ移行する場所にあります。指で円を描くように緩めていきます。この時若干上を向いてもらうと後頭下筋群は緩みやすくなります。20秒です。後頭下筋群2つ目の段階はマッサージです。頭を前に倒します。さらに顎を引くと後頭下筋群はよりストレッチされます。20秒間で伸ばしていきます。この時に背中が丸まったり姿勢が崩れないように注意しましょう。ステップ4、頸部クッキングのアプローチです。頭と手で力を釣り合わせることで頸部クッキングの調整になります。顎をしっかり引きながら力を入れます。胸を開いて両方の肩甲骨の動きも意識しましょう。20秒キープします。お疲れ様でした。今回はストレートネックの改善方法についてお伝えしました。不良姿勢により機能不全に陥った筋肉にしっかりアプローチすることがポイントでした。セルフケアは継続が命です。定期的なセルフケアの継続と姿勢に注意しながら生活することでより効果は持続しやすくなります。頑張っていきましょう。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。